あ、めっちゃいいこれ。0.4 ミリ、こちらが一定に進まさってないとこういうスラグも取りにくいです。これまず箱からめちゃくちゃかっこいいですよね。鈴木キッドさんといえば黄色のイメージですが、フラッグシップモデル SAYB80N の限定カラーとなっているみたいです。ブラック&ゴールドですね。見た目はですね、とにかくかっこいい。高級感があって全然安っぽくないですね。アースもですね、結構挟む力ありますよ。電気を流すので木の台には NG。 溶接作業台に取り付けるときはペンキが塗ってない場所に取り付けます。でホルダーはハサミ口もいろいろ挟めるパターンですね。で鈴木キッドさんは YouTube や Instagram も配信していてですね、最新情報やイベントなんかも載せているので、気になる方はぜひ登録してみてください。でトーチケーブルは、100V 用なので細いんですけどしっかりしてますね。握りやすい。自分手が大きいんですけど、この部分が結構長いのでこう握りやすいですね。軽く落としても全然問題ないんじゃないですかね。ここも滑りにくいようになっているので握りやすいと思います。電源コードなんですけど3メートルありますね。結構長いと思います。コンセントの差し込みはどちらも対応しています。感電を考えると設置アースをつけた方が安全です。説明書にも電流 90A 電圧 15.5V を超えて使用する場合は 30A 以上のブレーカーに接続してくださいと書いてますね。この場合こういう小圧機があれば 3kVA なんで 90A 以上は使えるかなと思います。でこの鈴木キッドさんの溶接機なんですけど、めちゃめちゃ便利なものがあるんですよ。チップをセットしておけるんですよ。でここがワイヤー取り付けするところですね。最初は 0.8mm が初期設定となってますね。でトーチケーブルは、基本外れないんですけど、交換できるようにはなってるのかな。なんか問題があった場合は修理とかで直せるようにはなってるんだと思います。でこれひっくり返すと 0.6mm やるときは、こっちの面を入れてあげれば。でちょっとワイヤー取り付けをやってみましょうか。で鈴木キッドさんのノンガスのワイヤーといえばこんな感じ。このサンキューっていいっすね。この防錆びしついてるので、使い終わった時はこれ投げないで取っといた方がいいかもしれないですね。結構湿気とかでほっといたら錆びちゃうんですよ、ワイヤーって。それではワイヤー取り付けを行っていきます。結構あれですね、通常こういう幹でワイヤーセットする機会は多いんですけど、この下向きでできるんで結構やりやすそうですね。このワイヤーがばらけてしまうとですね、ここでぐちゃぐちゃになって絡んだりしてワイヤーが出てこなくなったりするので、離さないように気をつけてください。でこのワイヤーをまっすぐ伸ばしてですね、入れていきます。でここ入れるの忘れました。あんまり締めすぎるとこのワイヤーが硬くてモーターに負荷がかかってですね、ちょっときついなと思ったらちょっと緩めて調節してください。近くで見たらこんな感じです。ワイヤー交換めちゃめちゃ楽でした。それでは電源を入れていきたいと思います。これですね。でワイヤーを出していきたいんですけど、インチングっていうんですけど、3秒間押すとインチング機能が働くみたいなので、ちょっとやってみたいと思います。途中伸ばしてですね、ちょっと引っかかっちゃったかな。ワイヤーの先端切り方がいまいちだとチップで引っかかってしまうので、チップを外さないといけないんですけど、もう一回ちょっと出してもらってから入れれば。でノズルなんですけど、時計回りにやれば、脱着できますね。表示はこのようになっています。で今なんですけど、こちらの点滅してますよね。回すと板圧、電流、電圧を調整できるようになっている状態です。で左に回していくと MMA、刺す、鉄っていう感じで今移動できる状態ですね。で例えば今鉄を溶接する段取りになってるんで、この状態で右にダイヤルを回していくと、ワイヤー系を変えたいであればこれを一度押すとカーソルが点滅しなくなりましたよね。
この状態で右に回すとワイヤー系を変えれる状態で、次この板圧ですね。板圧を変える場合はもう一度押してもらって点滅にしてから右に回すと板圧を選べる状態。この状態でもう一度押します。するとカーソルが点滅しなくなりました。でこの状態で右に回すと板圧を自由に変えることができます。3ミリまでですね。でこのアンペアも一度押して右に回してもう一度押すと自由に変えれるようになっています。で刺すステンレスですねをやる場合はもう一度押してもらって左に回してここで一度押すとここにカーソルが点滅しなくなりましたね。これが今ステンレスを溶接できる状態になっています。こんな感じですね。でこちらの溶接機なんですけどもシナジー機能という機能がついてまして、これで例えばですね 0.8 ミリで板圧が 1.5 っていう設定をしていたらもう電流もここで勝手に切り替わってるんですよ。70アンペアの14ボルトがメーカーの推奨する電流になってます。溶接時に出る煙を吸い続けると腎肺や肺がん、マンガンによる神経障害を引き起こす可能性があるので防塵マスクをしてください。風用は粒子をキャッチできないのでダメです。そして溶接の光を見続けると電気性眼炎になり目が開かなくなります。これになるとまぶたの内側に小さい水ぶくれができて少しでも目を開けようもんなら大量の涙と激痛で寝れなくなります。なので保護メガネをかけたり対策しアーク光は直接見ないでください。視力も落ちます。イブとかの痛み止めを飲むといいです。眼科に行っても抗菌剤とステロイドもらえるだけなので痛みはなくならない。必ず綿 100% の作業服を着てください。危険なのがこのボソボソの部分、こういうとこから燃えます。注意です。あとは濡れた革手袋は感電するので注意。2.3 ミリまず溶接してみましょうか。なかなかやりやすいですね。結構安定してますね。いやこれ便利ですねやっぱり。たらですねちょっとマックスいってみましょうか。マックスでやったらどうなるのか。電圧はいじらないでちょっとこのままやってみます。結構もう隙間空いててもですね切り盛りしながらだったら、100上がった状態でも抜けずにいい感じに溶接できます。スピードもなかなか綺麗につきますよ。この先細ノズルなんですけどワイヤーの先端すごい見やすいんですよ。でただで僕の会社なんですけどこういう部品作ったりするんですけど 1.6 ミリの箱金をですね止めたりしたりする作業もこれ結構やりやすいんじゃないかな。めちゃめちゃやりやすいですね。これ長さだいたい470ミリ。ちょっと一発でいってみたいと思います。ブレーカーは落ちませんでした。長距離やっても全然問題なくできますね。初心者の方はワイヤー突き出し長さを距離感つかむのが難しいと思うんですよ。この突っ込みすぎて溶接中にこのチップと溶けた溶融地ですねプールがくっついちゃってチップがすぐダメになっちゃったりとかする方っていると思うんですよ。そういうのを防ぐためにこういう部品をつけてやることでチップと素材の距離も離れるので、チップを損傷するリスクも軽減されますね。これつけてるからって結構邪魔にならないんですよね。一回これで溶接したいと思います。すんごいやりやすいですね。これ自分がやると多少やっぱりずれたりするんですけどこれでやったらもう間違いなくワイヤー突き出し長さを当ミリをずっと確保し続けられるのでやりやすいですね。これでこれを使うとですねやっぱこっちから左から右に交代法で進んだ方がやりやすく感じます。こっち側からこうやるとスパッタも多くなってやりにくいですね。ついてない状態だったら
こっちから右から左にやった方が結構やりやすかったりするんですけど、これは初心者の方にはすごいおすすめな部品だと思いました。で次にですね、これ 2.3mm の鉄板なんですけど、このメーカー推奨する 0.8mm の 2.5mm の時に 85A 15V だった時にちょっと実際に溶接してからちょっと曲げてみたいと思います。両面溶接してみたので、これを曲げてみたいと思います。完璧ですね。もう何も割れ入ってないです。で続いて紹介したいのがこちらのスターゲットというミグトーチライトで、最初つけるとですねプラプラなんですよ。なのでこの部品ちょっとグッと曲げてやってからはめ込むとがっちり固定されます。こんな感じですね。でも暗くて何も見えなくなってしまった時に、こういう風に当ててやるとめっちゃいいこれ。余裕でできる。で意外に邪魔くさいかなと思ったんですけど、全然そんなことないですね。これ普通に 200V のトーチもつけれますよ。これいいな。これちょっと現場で使いますでこのレンズの取り替え方法も一応説明書に載ってるので分かりやすいと思います。同じ電流でも電圧を極端に上げたり下げたりするとこんな差が出てしまいます。なので半自動溶接機を扱う場合はワイヤーに対しての板圧の設定をしっかりすることで、こういう感じで綺麗な溶接ができますよってことですね。いい溶接っていうのは溶接ビードが絵の通りペタッとした溶接ビードになります。板圧に対しての電流電圧が合っていると綺麗になりやすいです。悪い溶接はビードがモコッとしてオーバーラップになってしまっている。対策の例を調整すると改善されます。ビードがモコッとするということは熱の入り方が足りないってことなんですよね。シナジー機能はあくまでも両方の板が同圧の場合の自動調整になるので、絵のように板圧が混同している場合、自己調整し応用しないといけない場合があります。ある程度ビードの状態を見て様子を見ながら調節すると綺麗につきます。はい、それでは次にですね、本体の方に 0.6mm のワイヤーと、チップ 0.6mm のものを取り付けた状態なんですけど、でこれが測ったら 0.6mm なんですよ。でこれも 0.6mm、 これを溶接できてしまうみたいなんですよ。実際にこんなの薄いやつ溶接したことないんですけど、とても信じがたいです。ちょっとやってみたいと思います。で 0.6mm にして板圧は 0.6mm、 電流は 30A の 11.5V となってます。実際これでやってみたいと思います。やっぱり交代にしてこういくと、溶け込み深いからかちょっとすぐ抜けちゃうんですけど、全身で右から左にこう斜めにしていく感じだったらちょっと抜けにくい感じで、あんまりゆっくり進みすぎると抜けます。だけど 0.6mm ですからね、これ 200V じゃ絶対無理です。これワンチャンあれじゃないですか、ペール管溶接できるんじゃないですか。これちょっとやってみましょうか。はい、こちらペール管の蓋ですね。これノギスで測ったら 0.4mm ぐらいなんですよ。これでもいけるのか。
やってみたんですけど、これあれですね、切り盛りだったらいけますね。 0.4 ミリ、こちらが 0.6 ミリの板圧を溶接してみます。さすがにペール管は無理でしたね。溶接しててもですね、このペール管自体が引っ込んでっちゃうんですよ。で引っ込んでっちゃってる間にそのプールが引っ込んでっからつかないっていうか、つけようと思えばつけれるけど、もうちょびっとだけだったらつけれるみたいな感じですね。次にですね、 MMA 手棒溶接をやっていきたいと思います。まず今半自動で使ってたんで、まず電源をオフにしてもらって、正極性と逆極性っていうものがあるんですけど、一般的な溶接というか溶け込みが深い方をやりたい場合は正極性にした方がいいです。でここの緩みがあると熱を持ち発火する危険があるので、必ずちょっとグッと力入れて確実に締め込んでください。で電源を入れてもらって MMA に合わせます。これですねに合わせてもらって、合計が 1.6 ミリを使用するので 1.6 ミリに合わせてもらって、こちらはあれですね、板圧の入れる部分がないですね。これは動画参考にしてもらってやってもらう感じになりそうです。とりあえず40アンペアぐらいでやってみようかな。 2.3 ミリのものをちょっと溶接してみたいと思います。使用する溶接棒はこちら、電流目安とか書いてますね。溶接する段取りはできてるんですけど、このトーチケーブルは外せないので、今この状態で今ちょっとここついちゃったんですけど、ワイヤーがこのアースが通ってるところにですねついてしまうと、もういきなり電気が流れてる状態なので、これを必ず使用する前はこのキャップをしてもらってですね、絶縁した状態で必ずやってください。挟み方はいろいろあるんですけど、一般的にはこういう感じじゃないかなと思います。あとこんな感じにでも挟めたり、こういう90度で挟めたり、こうもできますね。結構やりやすかったですね、この電気。めちゃめちゃ綺麗につきました。今正極性なんで逆極性、これとこれ入れ替えてとやってみたらどうなるのかやってみたいと思います。カメラではちょっと分かりにくいかもしれないんですけど、やってる感じやっぱ若干弱く感じますね。若干です。でもどちらでも40アンペアで合わせた状態でやっても溶接自体は問題なくやれそうですね。抜いてしまったりとかってする場合が多い人は逆極性でやった方がやりやすいかもしれないですね。次は2.3 に 1.6 ミリのものを溶接するのに、ちょっとこの電流をですね60ぐらい上げてやってみようかな。で今やってみて分かったと思うんですけど、こういう 2.3 ミリ 1.6 ミリの溶接するときにあまりにも高い電気を上げるとこういう風に穴が開いてしまうっていうことですね。でこれがまたこっちが 4.5 こっちが 1.6 とかってなってくるとまたちょっと違うと思うんですよ。でちょっとこの電気でこれ 4.5 ミリなんですけど、これを溶接してみたいと思います。やっぱりそうですね、こっちでやる感覚よりはこっちの 4.5 ミリの方が板圧が厚いので、熱の入りも変わってきてですね抜けないです。板圧厚いやつと薄いやつを溶接するときはやっぱ基本こっちの板を狙い気味に上に振って、そのプールをこっちに伸ばして、薄い方に伸ばしてからすぐこっちの下の方を重点的に溶かすみたいな、薄い方の板ばっかり狙うと間違いなく抜けてしまうんですよ。だから基本はこっちの板圧の厚い方を狙ってプールを溜めてから上に振って、プールをこっちの上に引き伸ばしてから下に溶接すると案外こういうのは穴開かないで溶接できたりします。で手棒の場合なんですけど、基本的にこういう45度ぐらいの角度でこう左から右に進むんですよ。ぼっこの場合はやっちゃいけないのはこういう前進で
右からこの角度で右から左に進む行為、これは基本はやらない、てかやってはいけない。最初の新しいボッコってちょっと鉄心出てるじゃないですか、ボッコの先。基本的にちょっと軽く触れただけでもスタートできるんですよ。でこれ分かりますかね、この被覆材が若干出てるんですよ。一回溶接した棒なんですけど、残棒で溶接するときはトン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 って叩いてからまたこういうブラッシングしてとかっていう感じになると、アークは出しやすいかなっていう感じします。説明書にもこういうふうに素人さんでも分かりやすいように結構具体的に載ってるんですよ、ね。なかなかうまくいかないっていう方はこの説明書を見たりこの動画を参考していただければいいんじゃないかなと思います。結構初心者の方って溶接する速度が速すぎるんですよね。スーって進んじゃう。ほぼ初心者の方ってそうなんですよ。溶接するこの速度が速いんです。だからもうちょっとゆっくり溶かすような感じで意識してやるといいんじゃないかなと思います。で今さーっと進んでみたんですけど、同じ電気でも溶接速度で変わっちゃうんですよ。でそれでですね、実はサス430っていうステンレスなんですけど、これ磁性あるステンレスなんですけど、こちらのステンレス用の溶接棒を使うとですね、溶接ができるんですよ。40アンペアでちょっとやってみましょうか。これはあれだったかな、1ミリか。1ミリなので40じゃ高いかもしれないですけど、これでやってみたいと思います。1ミリの板圧で30でやって結構やっぱすぐ抜けちゃうんですよ。でどんどん下げてって10アンペアでやってたんですけど、やっぱりこの1ミリでこういう隙間が空いちゃうと結構溶接するの難しいです。で次はですね、サツ304オーステナイト系ですね。それにこの1ミリの鉄板を溶接したらどうなるのかやってみたいと思います。ちょっと20アンペアでやったらやっぱりちょっとつかないですね。30アンペアでやってみます。やっぱりちょっと無謀ですね、この 4.5 ミリあると。でこれ板圧1ミリで10アンペアですね。1ミリ同士を溶接するんだったら10アンペアぐらいだと、それでも結構もうちょっと気持ち下げたいなっていうような熱の入り方するんで、また 1.4 ミリの溶接を使うと違うのかもしれないですけど、なんとか抜けないで溶接はできました。でさっきここからスタートしてちょっと前後に振ったじゃないですか。そういうとことこの一定にこうスーッといったところだと、やっぱりこの一定に進まさってないとこういうスラグも取りにくいです。で一定にやれてるところって、このビードも綺麗についてスラグもすぐ取れるっていう感じになります。いやでもあれですね、1ミリは10アンペアって感じですね。ていうか10アンペアでここまで安定するのがびっくりでしたはいどうもお疲れ様でした。今回紹介させていただきましたスズキットのアーキュリー80ノバインバーター溶接機なんですけども、見た目がかっこいいだけじゃなくてですね、シナジー機能とかありまして、初心者の方のために作り出された溶接機なんだなっていうのを実感しました。今回こちらの動画を見てですね、溶接をやってみたいなっていう方が増えればとても嬉しく思います。動画が面白かった方はグッドボタン、高評価いただけましたら幸いでございます。ぜひチャンネル登録していただければ今後の励みになります。
今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。